Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは、ひときです。今年ももうハロウィン終わっちゃいましたね。皆さんも多分今年はあんまりハロウィン楽しめなかったんじゃないかなと思います。僕はテストがあるので、コロナがあってもなくてもずっと勉強しなくちゃいけないんですけど、テストのバカ、多くの人があまり今年のハロウィンは楽しめなかったかなと思うので、僕と一緒に今日はちょっと楽しみましょう。では今日のオノマトペをどうぞ。ビク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 のビクは体がこういう風に反応することを表しています。例えば驚いた時にわってなりますよね。この時にわビクッとしたということができます。一度ビクッと驚いた時はビクですけど、何かしようとしてでもそれがちょっと怖いとうってこうなりますよね。この状態をビクビクしていると言います。例えばお皿を壊しちゃってお母さんにそれを言わなくちゃいけないけど、ちょっと言おうとするけどそれが怖くてってなっている状態。この時に多分お母さんはなんでそんなにビクビクしているのという風に言います。このビクビクは意外とよく使われるんですよ。例えば驚いた時にうわびっくりしたっていう時、この時に代わりにうわビクッとしたということが結構あります。やっぱりびっくりしただとちょっと長いですけど、ビクッとしただと短いし、あとその様子も口に出す時にビクッっていう様子がこの体の様子とすごくマッチしているので、よく日本人はそれを使うことが多いです。あとはさっき言ったビクビクも意外とこうなっている様子って、怖がっているとかいうことできますけど、もっとその様子を表したい時にこのビクビクっていう言葉を使うとイメージがすごく浮かぶので、僕たちはそういうオノマトペを使うことがすごく好きです。今日なんでこのビクビクを紹介したかというと、実は2年前に台湾にいた時にハロウィンのパーティーをしようと思ったんですよ。でもその時確かハロウィンの次の日とかがテストで勉強しなくちゃいけなかったので、友達とどうしようかって話して、それで友達とじゃあさハロウィンのコスチュームか何か買ってちょっとパーティーはできないけどでもそれで楽しもうよという風に話しました。それで授業が終わった後、そのまま友達とハロウィンのグッズを売っているお店へ行きました。日本では東京の人は結構ハロウィンのコスチュームするんですけど、僕のイメージかもしれないですけど、僕田舎に住んでるのでそういうハロウィンのコスチュームしている人はほとんどいなくて、5歳とか6歳ぐらいの子供しかハロウィンのコスチュームを着ないので、僕その時にどれ着ればいいのとかどうやってメイクするのとか全然わかんなくて、あとちょっと1回のためにお金たくさん使うのも嫌だなと思ったので、簡単な頭にかぶれるナイフがあって、それが刺さってるように見えるカチューシャって言うんですか、帽子じゃないなこういうやつを買いました。それつけてると本当にナイフが刺さってるように見えるので、これでいいやと思ってそのまま買いました。友達も似たようなかぶって、ハンマーがここにある感じのものを買って僕と一緒にそれをつけて街を歩きました。でも台湾でも全然そういうコスチュームを着ている人がいなかったので、僕と友達が歩いているといろんな人からこういう風にジロジロ見られました。それで友達とじゃあちょっとやめよっかって話して、それを取って、そのまま友達と一緒に特にすることもなかったので一緒に近くにあったカフェに行って勉強しました。その後友達とカフェで勉強したんですけど、ちょっと遠くの方によく見るとハロウィンのメイクをしている女の人がいたので、ハロウィンの格好をしている人いるじゃんと思ってまた僕もつけ始めました。カフェの中ですけど。でつけたまま勉強してたんですけど、だんだん眠くなってきちゃって友達にちょっと寝るわって言って寝てました。この時に事件が起きたんですね。皆さんもよく寝てる時いきなりビクってなる時ないですか？実は僕が寝ている時もこのビクってなって、それで足を思いっきり机にぶつけて「痛て」って言って立っちゃいました。そしたら
周りの人も、すごい音が聞こえるのでどうしたのと思ってみんなが僕のことを見ました。中国語で痛いって言って立っちゃったんで、しかも僕このナイフをつけているのを忘れてたので、すごいみんなに笑われました。で笑われただけだったらいいんですけど、僕が急に立ったし、なんか変なコスチュームしてるし、なんかすごいみんなが期待してて目がキラキラしてたんですよ。だから俺も何かしないといけないのかなと思って、でもこんなナイフ刺さっているだけだし全然面白くないじゃんと思って、ナイフ何がいいかなって考えたら、やっぱり僕にできることは本当にナイフで刺された時の顔をすることかなと思ったので、その顔を全力でしました。この顔結構上手じゃないですか。周りの人も笑ってくれて、よかったなっていう風に思いました。その後は特にいらなかったので、カフェの中にいた、小さい子が欲しそうな顔してたんで、あげるよって言ってはいってあげました。その子も本当にもらっていいのか分かんなくて、ちょっとビクビクしながらですけど、シエシエって言っててすごい可愛かったです。このように体がこういう風に反応するのをビクビクと言いましたが、例えば寒い時にこうなっている様子には違うオノマトペを使えます。これも似てるので一緒に勉強したいと思います。ではどうぞ。ブル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 。ブルブルは体や物が振動している様子を表します。やっぱり寒い時は体がブルブル震えますよね。でも実は僕、このブルブル震えながらあったかいスープを飲むのが結構好きで、ちょっと変態かもしれないですけど、こういう風に寒くてあまりいい環境じゃないところに小さな一つの、例えばあったかいスープとかがあると、もっと普通よりももっと幸せに感じるので、結構そういう状況が好きです。あとは昔の携帯とかはよく電話が来るとこうブーって音が鳴るじゃないですか。その時に携帯ブルブル鳴ってるよということができます。この言い方すごい日本人だなと思うので、皆さんも友達の携帯がブーって鳴ってたら、あれ携帯ブルブルしてるよっていう風に言ってみてください。携帯ブルブルしてたよって使える、外国人の方はあまりいないと思うので、皆さんはぜひ使ってみてください。あとはブルブルが使えるものは普通のマッサージチェアとかに乗るとこうブル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 ってなって結構気持ちいいですよね。そういう風にブルブルはいろんな場面で使えるので、使う機会がある人は使ってみてください。Did you get the difference between ビクビク and ブルブル? I'm pretty sure that you like ブルブル more. Do you have any experience related to ビクビク or ブルブル? Tell me in the comments. 皆さんありがとうございました。前回はタメ口忘れちゃったから今回は忘れないようにするね。今日勉強したブルブルは怖い時にも使うんだけど、日本だと人の形をしたお化けを見るとすごく怖くてブルブルするんだけど、海外だと人っていうよりはモンスターとかの方がもっと怖くてブルブルするって聞いた。俺にとってはモンスターとかもう絶対いないって思うから全然怖くないんだけど、やっぱ人の形をしているお化けだと、もしかするとこの人は昔嫌なことがあって、それで今本当にお化けになって来てるんじゃないかなって、こうちょっと本当っぽいのでもっと怖いなって感じる。でも一番怖かったのはなんか「イット!」っていう海外でも人気あった映画。あれは人とモンスターがこう組み合わさってるからすごく怖くて、友達と「イット!」の映画を見た時も男3人で行ったんですけど、全然大丈夫だよとか言って映画行って半分ぐらい見た時にブルブルし始めて、これいつ終わるのみたいな感じの話をして、まだかなとか言いながら、なんかポップコーンもだんだんブルブルして、そんなに大げさじゃないですけど3人ともブルブルしながらこう3人で固まって一緒に見た記憶がある。皆さんもこういう風に何かブルブルの経験とか、あとはビクビクの経験があったらぜひコメント欄に書いてください。お願いします。変なのにも使えるけど変なのは書かないでください。うわ、俺じゃん。